Learning Japanese through Japanese folk tales. 長田の話。遠い昔、越後という国に若く賢い医者の息子がいました。名は長尾長生。彼の心には幼い頃からの婚約者長田という美しい女性が深く刻まれていました。二人は固い絆で結ばれ、来るべき日を夢見ていました。しかし運命は時に残酷な試練を与えます。修行を終え、いよいよ結ばれるという時、長田は不治の病に侵されてしまったのです。死を悟った長田は愛する長生に語りかけました。私たちはこの世で必ず再び会うことに決まっています。その言葉を残し、彼女は静かに息を引き取ったのです。長生は悲しみに暮れ、長田の位牌を作り、毎日供養を続けました。そしてある約束を記した書状を位牌のそばに収めたのです。もし長田が生まれ変わって帰ってくるなら、私は必ず彼女と結婚しよう。時は流れ、長生は家族の願いに応え、別の女性と結婚しました。子供も授かり、穏やかな日々を送る中で、長田の記憶は薄い霞のように遠ざかっていきました。しかし、運命は再び長生を孤独に突き放しました。両親、妻、そして子供までもが、次々と彼の元を去っていったのです。悲しみを癒すため、長生は旅に出ました。あてもなく歩き続けた彼は、やがて伊香保の静かな温泉宿にたどり着きます。宿で彼の世話をする若い給仕の女を見て、長生は息を飲みました。その姿は、あの世に旅立った長田にあまりにもうり二つだったからです。夢かうつつか、長生は困惑しました。勇気を振り絞り、長生が話しかけると、女は静かに語り始めました。17年前、私は新潟で死にました。そしてあなたは、私と結婚するという約束を位牌のそばに収めたのです。前世の約束を語り終えた途端、彼女は知覚を失い、倒れ込んでしまいました。長生は息を飲んで見守り、彼女が意識を取り戻すのを待ちました。やがて女は回復しましたが、長生が尋ねても、先ほど交わした不思議な会話の内容も、前世の記憶も一切覚えていませんでした。あの瞬間に燃え上がった前世の記憶は、再び闇の中へと閉ざされてしまったのです。しかし、約束は果たされました。長生は彼女を妻に迎え、二人は夫婦となりました。共に過ごす日々は幸福に満ち、長生は深い安らぎを得ました。伊香保でのあの日の言葉も前世の記憶も、二度と彼女の口から語られることはありませんでしたが、ただその一瞬、運命は再び二人を結びつけたのです。That's it for today. Thank you for watching, and see you in the next video.